は大丈夫？足つきを良くする方法5選をね紹介していきたいなと思います。アータビ。こんにちは、あーです。今日もアータビ始まりました。皆さん、バイクの足つきで困ったってことないですか？ないって方、羨ましい。いや、私は結構大丈夫かなと思う時があって、例えばバイクのインプレ依頼が来た時だとか、あとレンタルバイクする時に、いやこのバイク足つくかな、大丈夫？とか、いや足つき悪かったら信号で止まるの怖いなとか結構ね思ったりするんですよ。で、私もフォロワーさんから DM いただいたりして、免許取りました、新しくバイク買ったんですけど足つきが悪くてよく転倒してしまいますとか、このバイク欲しいんですよね、でも足つき悪いからなとか結構いただくんですよね。なので今回の動画では足つきを良くする方法5選をね紹介していきたいなと思います。まず最初に紹介すると、1つ目がサスペンションのプリロード調整、2つ目がバイク用の厚底ブーツを履く、3つ目が足つきの方法を変える、4つ目がシートを加工交換する、5つ目がバイクをローダウンする。こちらの5点になります。無料でできるものもあるし、ちょっと高価になるものもあるんですけど、1つずつねちょっと詳しく説明していきたいなと思います。この動画がねどなたかの参考になって、皆さんが乗りたいバイクに自由に乗れるようになったらいいなと思います。早速行ってみましょう。アータビ。まず1つ目がサスペンションのプリロード調整。最初からわけわかんないこと言わないでよってね画面閉じようとしてる方、ちょっとお待ちください。すごいね簡単なことなんです。バイクにはサスペンションっていうバネみたいなね部品がついています。このバネのおかげで地面の凹凸の衝撃を吸収してくれるんですけど、これがだいたいメーカーにもよるんですけど60キロから80キロぐらいの体重の方を想定して作られてるんですよね。なので体重の軽い方だと硬すぎるんですよ。一番イメージしやすいのがベッドのスプリング。やっぱり重たい方だとベッドのスプリングって結構グッと下がるじゃないですか。でも体重の軽い方とかだとそんなには下がらない。これがねバイクでも同じようなことが起きてます。なので体重の軽い方からすると初期のセッティングっていうのがそもそも体に合っていないっていう可能性がすごい高いんですよ。私も今セロを持ってるんですけど、やっぱり私がまたがる場合と男性がまたがる場合とじゃあもう沈み込みが全然違うんですよね。なので自分のマシンであれば自分の体重に合わせたセッティングをする方が乗りやすくなると思います。そこでされるのがプリロード調整というものです。要はそのサズの沈み込みが今硬いものを柔らかくするっていうようなイメージですね。これをすることによって体重が軽い方でも乗った時にバイクが沈み込むので物理的に足つきが良くなるっていう効果があります。やっぱりね自分に合ったサスの柔らかさだとやっぱり乗り心地とかもすごくいいし、コーナリングとかもしやすいんですよね。プリロード調整自体はすごい簡単なんですけど、やりすぎてしまうと全体のバランスが崩れてしまってそのハンドリングがしにくくなってしまったりっていうこともあるので、心配な方はね買われたバイクショップに持ち込んで相談されるのがいいかなと思います。続いて2つ目、バイク用の厚底ブーツを履くです。これがね一番お手軽な方法なんじゃないかなって私は思ってて、要はねブーツだけ買ってしまえばいいのでバイクの加工いらないので、バイク初めて買いましたっていう方でもね、手軽に挑戦できるんじゃないかなと思います。でバイク用厚底ブーツ結構いろいろ出てるんですけど、私が使ってるのはこちらですね。ワイルドウィングさんのブーツを使用してます。で厚底ブーツって市販品でもいっぱい出てるんですけど、これ何が違うかっていうと、まずここが厚いだけじゃなくてここも厚くなってます。これのおかげで足をこうついた時につま先の接地面が大きくなるんですよね。だからより安定するっていう効果があります。ここが薄くてここが分厚くてもやっぱりね足つきってそんな変わらないんですよ。なのでここの厚みって結構大事ですね。それとソール面がね結構面白くて、ヒールがね斜めにカットされてます。これがまっすぐじゃなくて斜めになることでシフトチェンジとかブレーキしやすくなるんですよね。そしてここにも2本の線が入っていて、足ついた時に一番曲がりやすいところに線が入っていることでより足つきが良くなってます。
それとこの紐の部分なんですけど、これもこの横のマジックテープで収めることができます。なので巻き込みも防止してくれますね。こういう機能があるので、やっぱ普通のブーツ履くよりはバイク専用のブーツを履く方が、乗ってて楽なんじゃないかなと思います。でこのブーツなんですけど、私だとハーレー・ダビッドソンのパーメリカで使用させていただきました。パーメリカもね結構車高高いんですけど、やっぱそれでもこれだったら足つきますし、あと立ち乗りとかもね全然できたので、すごい乗りやすいブーツだなって思いましたね。でブーツがあっていいなって思ったことは、レンタルバイクとかでも使えるっていう点ですね。その自分のバイクを加工するっていう点だと、自分のバイクだけなんですけど、例えばちょっと旅行行った先でレンタルバイクして乗りたいなっていう時に、足つかないの怖いなってなった時にね、さすがにそのバイクをちょっとシート加工したりとかって難しいじゃないですか。でも厚底ブーツがあれば足の長さが伸びるので、そういうレンタルバイクとかする時にも便利なんじゃないかなと思います。ただやっぱり普通のブーツより厚底になる分、感覚がねちょっと違うので、慣れるまでは注意して運転してくださいっていう感じですね。続いて3つ目、足のつき方を変えるですね。これは実際にちょっとバイクまたがってやってみた方がいいと思うので、ちょっとガレージに行ってみましょう。はい、ということでガレージにやってきました。足つきね分かりやすくするために今はスニーカー履いてます。まずは乗車位置ですね。何の気なしに座った場合、実は乗車位置が合っていないっていう場合もあります。今はシートの高い位置に座ってしまっているので、足がつま先立ちになっていますね。これがシートの一番低い位置に移動すると、足の付け根までしっかりとつくようになりました。正しく乗っているつもりが、実は乗車位置が合っていないという可能性もあるので、一度写真を撮るなりして確認してみるといいかもしれません。続いて信号待ちなどで停車する場合ですね。この場合、両足つま先で立つよりはもう思い切って片足でベタづきの方が安定したりします。この時可能であればお尻を少しずらすとより安定するので、車高が高いバイクに乗るときはそういう風にしています。続いてスタンドの払い方ですね。またがってからスタンドを払う方法だと、片方がつかない時起こすのってやっぱりちょっと怖いんですよね。そんな時はまずバイクをまっすぐにしてスタンドを払ってから乗るという方法を私はしています。重量車の場合はまたがった時にバランスを崩しやすいので、ハンドルをねしっかり固定してからやると安心です。スタンドを立てる時も降りてから立てるようにしています。4つ目、シートを加工交換する。そもそも車高が高いバイクっていうのもありますし、あとは車高がそんなに高くはないんだけれども、シート幅があることで足をまっすぐ下ろすことができなくて足つきが悪くなってしまうっていうバイクもあります。車高が高くないモデルであっても、シートの幅がね大きいバイクとかだと足つきって悪くなっちゃうんですよ。例えばこれ、肘をね足だと思ってください。まっすぐに下ろす場合とちょっと外側に立てる場合ではこっちの方が長くなるんですよね。そういう時にね、シートを削って加工するっていう方法があります。シートね、上の合皮を外すと中にウレタンスポンジが出てくるんですよね。それをこうカッターとかで削ってシート自体を薄くする、細くするっていう方法があります。でこのシートの加工については自分でやるっていう方法もありますし、そのシートを加工するカスタムショップっていうのもあるので、そこに持ち込んでやってもらうっていう方法もあります。メリットとしてはやっぱり自分の体格に合ったシートの厚みにできる。デメリットとしてはシートが薄くなった分やっぱり衝撃結構来るので、お尻が疲れやすくなったり座り心地が悪くなったりっていうこともあります。で自分で加工しなくてもメーカーで純正でローシートとか売ってたりするんですよ。そういうのが用意されている時はローシートを買って交換するだけで簡単にローダウンできますし、で元からシートを薄めに作る設定にされているので、自分で削るよりかは乗り心地よく座れるんじゃないかなと思います。実は私ハーレーのシートを変えてるんですね。でハーレーの足つきはすごくいいんですけど、ハンドルとシフトペダルとブレーキペダルがすごい遠いんですよね。手を前にガッて出さないとつかめないぐらいの。でディーラーさんに相談したら、このお尻の部分のね
シートの厚みが厚いタイプのものに交換すれば自分が前に座るようになるから近くなりますよっていうことで、それに交換したんですよ。それすごい運転しやすくなって、でしかも厚みが増えたことによって全然疲れなくなったんですよね。もうほんと何時間でも何百キロでも走ってられるぐらいすごいいいカスタムでした。そんな感じでね、シートを削るっていう方法もありますし、逆に厚くする方が良くなるっていう場合もあるので、ご自身のねバイクのタイプに合わせてそこを選んでいただけたらと思います。5つ目、バイクをローダウンする。これは方法が2つあって、1つ目がローダウンキットを使用する。車種によってローダウンキットがあるないってあるんですけど、ある車種だとだいたい5000円から3万円ぐらいかなで買えると思うんですよね。でそのキットを組み込むことによってだいたい2センチから3センチぐらい車高が下がります。あともう一つの方法が車外サスペンションを入れることですね。で車外サスペンションって結構いろいろあるんですよ。硬さも自分の好みのものを選べるし、あとね色も結構カラフルだったりするので、そのカスタム要素もすごい多いですね。ただねちょっと高いんですよね。サスペンションだけでも5万円から高ければ20万とか30万とかしたりするので、それプラス工賃って考えると、結構高くなっちゃいます。なのでローダウンしたいっていうだけであれば、これは最後の手段で取っておいたらいいんじゃないかなと思いますね。あたび。はい、ということでバイクのローダウン方法5選でした。私の場合セロはサスペンションのプリロード調整をしていて、ハーレーはシートの交換をしています。でそれ以外レンタルバイクとかで車高高いバイクに乗るときはバイク用の厚底ブーツを履いてます。こんな感じでねいろいろなアイテムを使うことで乗れるようになったりするので、自分が乗りたいバイクが車高高いって言ってもね諦めたりしないで乗れるようになると思います。私のチャンネルではこんな感じでバイクの情報やモトブログ上げています。役に立ったよって思っていただけた方はチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いします。ではまた次回のお旅でお会いしましょう。またねー。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にも動画いろいろ作ってます。よかったら見ていってください。